1ヶ月漁師生活16日目にして10キロのダイエットを早々にクリアしてしまったマサル。しかし用意されていたのはまさかの第2章。マサルには3つの伝説に挑んでもらうことに。1つ、自己最高記録25メートル潜水。2つ、10キロオーバーの GT の捕獲。3つ、10キロオーバーの磯マグロの捕獲。これら全てを達成すればなんと賞金100万円。マサルは全ての伝説を達成することができるのか。おはようございます。ついに6月21日となりました。前日ですね、もう GT を絶対に取ってやろうということで、どうだろうな、11時から7時半ぐらいまで潜ってたんですけど、とてつもない疲労が来てますね。どうだろう、1時ぐらいに寝たんですけど、今起きた時間13時46分です。1日終わりました。ということで、引き続き今日もね GT を狙いに行こうかなと思います。16時から3時間ぐらいパパッとね潜っているかいないかね、いればつけますんでね、つきましょう。しかも今ね起きて絶望したんですよ、俺は。この起きた時間が遅いから絶望したわけではない。夢の中で GT ついてたの。 GT や GT、 うわバーン、やったー GT 取れたーなってたの、夢の中で。夢かでも夢は正夢になると言いますからね。正夢になってくれ、今日。ちょっとね、電動リールの世界をね、みんなに見せたい。そして100万円の道を一歩進みたい。ということで、今日も行きましょう。今日こそ絶対に GT を取る。絶対にだ。でも次のコンディションは最悪ですね。めちゃくちゃ濁ってます。皆さんお久しぶりでございます。ファンのみんなにはね、めちゃくちゃ心配かけさせてしまってるんで、本編の前にちょっと近況を話します。時系列で言うと、8月19日に過労で気絶したわけなんですけども、で、その後にですね、原神の案件をなんとか出して、で、そっから東京に行って、3週間ぐらい Uber Eats 生活よ。こんなゆっくりしてええんかなってちょっと思っちゃうぐらいゆっくりしたんですよ。で、そろそろ体力も回復してきたし、もうええやろって思って島戻ったんですね。ほんで島戻って従業員の人と話してたら、なんとまた気絶したんですね。しかもその時の気絶の脳へのダメージがかなりでかくて、記憶喪失になったんですよ。記憶はね、徐々に戻ってきてはいるんですけども、どうやらただの過労ではなく大きい病気の可能性があるぞと。で、九州大学に行って精密検査の予約を取ってきたというところでございます。もう今は何もないことを祈ることしかできないですね。はい。ということでですね、本編に入りましょうか。というわけで GT を狙っていくんですけども、今日もね、海のコンディションはちょっと良くないですね。前日の大雨が影響してかなり濁ってます。こちらはエラブウミヘビですね。ウミヘビって肺呼吸なんで、実は水中で息できないんですよ。知識がないとウミヘビがね、どんどん迫ってきてね、怖いんですけど、彼ら息継ぎしに来てるだけなんです。で、この日はですね、かなり海が荒れてて、波も強いし、ラインも絡まるしね、結構大変でしたね。ただ、こういう日に大物は現れるんですね。ということで、ひたすら GT を探していきます。回遊魚は結構好奇心旺盛な魚が多いんで、水面から人間が落ちてくると、なんやあれって言って近づいてくることがあるんですよ。そう、何も魚がいないのに、こうやって潜り続けるのには意味があるんです。そしてここでついに魚を見つけました。マサル視点を見ていきましょう。いたのは長ブダイ。かなりスピーディーに動いてますね。泳いでいく位置を予想して狙いを定めて、ヒット！泳いでる魚に当てるのってめっちゃ難しいんで、この時実は結構喜びました。さて、つけたのは長ブダイ。このお魚、島では大変高級魚でございます。お値段は驚きの3040円となりました。さて、どんどん行きましょう。こういう濁ってて荒れてる海は警戒心が緩くなるんで魚がつきやすいんですよ。遠すぎて何を打ったのかすらわかりませんが、今魚が取れましたね。こちらはヒブダイ。ヒブダイも長ブダイも透明度が高いと結構つきづらいんですけど、このぐらいの透明度だと捕獲しやすい魚ですね。そして先ほども申し上げた通り、ブダイは高級魚。お値段は2720円となりました。と、ここで回遊魚に遭遇する可能性が一番高い洗濯機の中ぐらい荒れてる場所に来ました。で、ここに1メーター超えのカスミアジがいたの。でもそれが映ってなかったのが悔しい。そしてここで図鑑でしか見たことないような超レアな魚に遭遇しました。急いで銃口を向けて、ヒット！これ当てたの快挙ですね。
果たして何の魚でしょうか。多分皆さん知らないと思います。僕だけが興奮しております。はい、こちらのお魚、イケカツオという魚でございます。もうとにかくフォルムがかっこよくない？もう GT とかより全然こっちの方が嬉しい。マジで嬉しかった。で、こういう場所って波がね、ほんととんでもないパワーで打ちつけてくるんですけど、もう余裕で5メーター、10メーター吹き飛ばされますからね。さて、ここでようやく大物に遭遇しました。水中銃も 150% の威力で挑みます。それでは潜行開始。水深15メーターほどまで一気に潜行していきます。果たして何がいたのでしょうか。うっすらと魚影が見えてきたんですけど、多分わかんないですよね。わかりやすく丸で囲んでみましょう。そう、こいつです。さて、慎重に距離を詰めて、狙いを定めて、ヒット！暴れ狂っていますが、パワープレイで引き上げていきます。カスミアジは高い遊泳力を持つ魚ですので、このぐらいの大きさでもかなりパワーが強いんですね。そう、パワーが強いんで釣り人がね、もう大好きなんですよ。ちなみにカスミアジはですね、ロウニンアジと非常に禁煙種で、2種類ともギンガメアジ科に属する魚なんですね。シルエットに関してはね、もうほぼ一緒ですからね。そしてカスミアジがいる場所にはロウニンアジがよくいるんです。近くにロウニンアジがいる可能性がかなり高いです。しかし、ここで体力が尽きてしまいました。あともう少し体力があれば。はい、ということで戻ってまいりました。まさこ、疲れた。もう、しんどい。ちょっともう今日疲労で全然朝起きられなくなってきてるじゃないですか。からのまた追い込んでるじゃないですか。超えちゃいけないラインを今、越そうとしてる感じがします。痛み止めを飲んで今、なんとか動いておるという感じなんですけども、まあ人生、限界を超えてから始まると思いますので。はい、ということで今日取れました食材は、こちら、5匹ですね。ヒブダイ、ナガブダイ、カスミアジ、エラブウミヘビ、イケカツオですね。これイケカツオ取ったところ動画撮れてるかな？これね、珍しいですよ。初めてね、撮りました。多分イケカツオだと思うんですけど、なんかすっごいシイラに似てるんですよ。色味がね、すっごいシイラみたいなんですよ。本来イケカツオはこんな黄色じゃないんですね。だからもしかしたらイケカツオじゃないのか、イケカツオとシイラの奇跡の交雑種なのかもしれない。ちなみにですね、魚って体外受精するんですけども、例えばね、岩に魚卵を産みつけました。その後にオスがかけて、そこから赤ちゃんが帰ってくるわけじゃないですか。でもこれ本当に同一の種類の卵かどうかあいつら分かってないからね。だから石垣鯛と石鯛のハーフの石垣石鯛とか、ヒラマサとブリのハーフブリマサとかね、本当にいるんですよ。こいつら交雑するんですね。だからもしかしたらイケカツオとシイラが交雑しててもおかしくはない。可能性としてゼロではないですね。というわけで魚を測っていきましょうか。まずはエラブウミヘビ 690g、 イケカツオ 675g、 ヘビと一緒かい。そしてカスミアジ GT がいる場所にはカスミアジがいます。 2.8。 2.8。今日メーターカスミアジいた。マジでメーター超えてた。あのカスミはマジででかかった。でもあんな荒れた場所でそんなメーターのカスミアジついたらどうなってたんだろう。売ってればなー。悔しい。うわー悔しいな。あれメーターいってたな。多分10キロいってたよ。あの時に戻りたい。もう戻れないんですけど。はい、というわけで合計金額が出ました。7910円でございます。拍手。1万円はいきませんでしたが、マイナスではないですね。もう GT を取るために船の3000円をね、投資してるんでね、まあ4000円の儲けですね。でもね、やっぱりね、まだだいぶ濁ってて、濁ってるとね、魚の警戒心が薄いから結構つきやすいですね。GT 狙おうとせずに、ブダイばっか狙ったら多分これ3万円ぐらい普通に稼げそうな感じで、熱い海ですね。ただ GT 狙うと渋いな。ちなみにね、魚って白く意外と悪いんですよ。0.1 近辺なんですけど、だからもう、こんだけ濁るとあいつら見えてないから、だからもう余裕ですよね。ちなみに魚はね、大きくなるほどね、この目のレンズが大きくなっていくんで、目が良くなっていきます。深海魚の目がね、大きい理由は、そういう理由だったりするんですね。